前回のあらすじ、軽量なステアリングシャシを作った、めちゃ回った、重量物の位置が原因だと思った、LC の壁を床と捉えたら重心が高いことに気づいた、重心を壁側にしたら低重心になって安定すると思った、こうなった、すごい安定した、自己ベスト更新した。このマシンをベースにさらなる記録更新を狙います。マシンの最高速度で LC を通過しようとすると、吹っ飛びます。スピードを上げたら吹っ飛ぶので LC 中は減速させたい。そうするとこのようなブレーキをつけることになります。この方法だと平面から坂に入るときにブレーキがかかります。減速箇所はここになります。LC で吹っ飛ぶ箇所はここです。この距離分再加速するのでブレーキは強めにかけます。なんかスピードがもったいないです。つまり吹っ飛ぶ直前にブレーキをかければいいってことですね。その方法は実際の車に近いのはタイヤの回転を直接止める方法です。ですが大電流を流しっぱなしのモーターでこれをやったら即死します。そのためミニ四駆のように床にブレーキを当てる方法を問います。どうやって LC 中にブレーキをかけますか？庭からと検索します。チャンネルを見てみましょう。動画一覧から使えそうな動画を探します。ありました。ブロッケンギガントの動画ですね。これの失敗シーンが使えそうです。前輪を持ち上げる予定でしたが後輪が持ち上がりました。この機構をもとに電動ブレーキを作ります。早速モデリングします。シャーシのベースは前回の UEC サイドカーです。前回はフロントステーが折れまくったのでフロントにカーボンステーをリアに FRP ステーを使います。モデリング完了です。印刷しました。糸引きがあるので炙ります。いろいろと調整してシャーシが完成です。重量チェック 18.1g。 他のパッツも作ります。丸のコドーン FRP プレートを切ってフロントのカーボンステーと長さを合わせます。切れました。ブレーキステーを印刷しました。サーボに取り付けます。こんな感じで動きます。ブレーキを貼ります。ブレーキパッツの完成です。次は電装パッツを作りましょう。回路を考えます。と言っても電源とスイッチとサーボをマイコンにつなげるだけです。スイッチはマイコン上でプルダウンに設定できるのでそのままつなげられます。回路図が完成しました。軽量化のため基板を使わないようにしています。マイコンと電子部品をつなげるピンをハンダ付けします。サーボの電源ピンとバッテリーの電源ピンが並列になるようにします。こんな感じにつなげました。グルーガンで固めます。これで OK です。スイッチの配線をします。グルーガンで固めます。動作チェック。問題なく動きました。グッドです。すべてのパーツが揃ったので組み立てます。モーターを取り付けます。モーター固定具を取り付けます。固定します。シャフトを差し込みます。スペーサーを取り付けます。クラウンギアを取り付けます。ホイールを取り付けます。リアローラーホイールを取り付けます。固定します。ブレーキステーをサーボに取り付けます。サーボを取り付けます。サーボ固定具を取り付けます。固定します。フロントローラーステーを取り付けます。固定します。リアローラーステーを取り付けます。固定します。リアローラーを取り付けます。固定します。フロントローラースラストチップを取り付けます。フロントローラーを取り付けます。固定します。スイッチを固定します。バッテリーを搭載します。マイコンを搭載します。バッテリーを搭載します。グリス塗り塗り、ピンソケットを取り付けます。できました。レーンチェンジ用電動ブレーキシステムです。前回と同様に左側に重量物を寄せています。ブレーキと変調芯で安定した LC 攻略を狙います。重量チェック 91.0g。 前回から 18.5g の増量です。スピードへの影響が気になりますね。ブレーキの動作チェック。フロントのスイッチを押すとブレーキが作動します。ブレーキのタイミングについては走らせて調整が必要です。ということでいつも通りスマホで調整できるようにしました。スイッチが押されてからの待ち時間調整。ブレーキ動作の持続時間調整。ブレーキの角度調整。これらを調整して最適なブレーキを行えるようにします。横から見るとこんな感じです。しっかりとブレーキが床に当たっています。角度を上げます。グッドです。動作の想定はこんな感じです。LC の頂上手前でブレーキがかかっていますね。これが実走行で決まったら完璧です。それでは走行へレッツゴー。平面速度チェック。2.00 秒。ちょい遅いです。まずはブレーキなし。もちろんコースアウトです。ブレーキあり。押すと平面でもブレーキが誤作動しているようです。スイッチの取り付けを修正しました。誤作動は治りました。それでも遅い。しかもコースアウト、モーターが壊れていました。テキテキしています。今回はブラシ自体が壊れたので復活は厳しいです。ウルトラダッシュモーターに変更します。5。まだ遅いです。あれ、左フロントのローラーが超アッパースラストになっていました。これだとカーブでフロントタイヤが浮くので減速とコースアウトの原因になります。ダウンスラストに戻しました。5。いい感じです。ドーン、スロー。
綺麗な姿勢で飛び立っていきました。ブレーキ動向以前の吹っ飛びです。右フロントのスラストを強めます。5、宙返り吹っ飛び、スロー。これブレーキ作動していますか？リアブレーキは当たっています。リアが浮いたことでマシンの姿勢も前下がりになっています。前下がりになりすぎて宙返りしたんですね。ちなみにブレーキが作動すると LED が青く光るようにしています。リアが来すぎないように角度を浅く調整しました。5、コースアウト、スロー。変わらずリアが浮いて吹っ飛びますね。そもそもブレーキは効果あるんですか？右のタイミングでブレーキが作動するようにしました。平面コースでブレーキをかけてチェックします。今回の方法は平面だとブレーキがかかりますが、 LC の坂を登っている最中ではマシンに上方向の力が加わっているためブレーキの効きが悪くなると考えられます。ブレーキによりリアが浮いたことでさらにマシンに上方向の力が加わり吹っ飛びやすくもなりました。この方法自体が LC に不適なためここで切ります。電子制御は諦めますか？今回で物理スイッチによる制御の安定化とサーボ動作が間に合うことが確認できたので別の方法を試す予定です。それではまた、のし。